こんにちは、宇佐井正宗です。今回はマリオ64の RTA において乱数調整は可能なのかっていう話をボム兵の戦場を例にして話していきます。まずは乱数の基礎知識を確認します。乱数というのは規則性のない数字のことです。マリオ64における乱数は範囲が0から65,535で疑似乱数になっています。で、疑似乱数というのは規則性のない値が出力されているように見えるんですけど、実は計算によって出力されている値のことです。例えば、マリオ64では、ゲームを起動したら乱数値は0から始まるんですけど、最初の乱数値の更新の計算が発生したら、更新後の値は57,460という値になります。で、この後更新の計算がまた発生したら、55,882。で、その次が5550みたいな感じで、実は計算で次の乱数値が決まる仕様になっています。で、具体的な計算方法の紹介は割愛するんですけど、その計算方法の兼ね合いで、65,114回目の更新で乱数値が0に戻るようになっています。言い換えるとループしてるってことですね。具体的にはこちらを見ればわかると思います。この四角の中身が具体的な乱数値なんですけど、最初の乱数値が0で、そこから65,113回目の更新までが1セットになっています。これをループしていくっていう感じです。で、当たり前なんですけど、この一周の間は同じ乱数値はありません。理由は、もし同じ乱数値が一周の間に出ちゃったら、そこでループするからですね。例えば、4回目の更新が17,711だと思うんですけど、5回目の更新が0だったとします。そうしたら、この5つでずっとループすることになるんですよ。でも実際は65,114回目の更新でループするので、一周の間は同じ値になることはないっていうのはわかるかなと思います。だから、何回目の更新だと乱数値がいくつになるっていう紐付けを作ることができて、それを表にしておけば、表を見れば現在の乱数値だったり、次の乱数値っていうのがわかるようになります。これは今回重要な話なので覚えておいてください。ちなみになんですけど、乱数値は0から65,535あるよって話だと思います。ただ一周は65,114個しかないので、引き算して422個ですね。計算上出現しない乱数値があるんですね。こういうのも面白いところかなと思います。事前知識はこれぐらいにして、今回のメインディッシュである例題を見ていきます。今回話すのが、ボム兵の戦場でクリボーを踏むっていう例題です。ワンワンの犬小屋でのスターを取るときに、クリボーを踏むアプローチがありまして、それを使うと2フレーム速くなるんですよ。ただ、クリボーの行動が乱数に依存しているので、いい乱数を引かないといけないっていう問題点があります。でも考えてみてほしいんですけど、RTA ではこのスターは一番最初に取ることができるので、ゲーム起動時から乱数を調整して進めば、クリボーを踏む乱数を引けるのではないかっていう発想もできると思うんですよね。なので、今回はそれを例にして話していきます。最初にクリボーを踏める乱数がいくつなのかを見ていきます。クリボーはボム兵の戦場に入った時に、こっちを向いている乱数だとちょうど踏むことができます。この画像みたいな感じですね。ちょっと見にくいかもしれないんですけど、ステージに入った時にクリボーがこっちに目を向かせてると思うんですけど、これだと踏むことができます。で、こっちに向いている乱数の条件が何なのかと言いますと、乱数値の下位2ビットが両ビットとも0ではない、かつ次の更新後の乱数値が32,767未満、半分未満って意味ですね。この時です。つまり 75%×50% で 37.5% の確率で引くことができます。で、この 37.5% を引くと、ステージ入場時の該当クリボーの目標角度が 57,344 という値になりまして、クリボーを踏むアプローチが可能になるっていう感じです。ただ、この意味がわからないっていう人も多いと思いますので、続いてクリボーの処理を見ていきます。クリボーの処理を説明したのがこのスライドです。マリオがステージに入場するときに、クリボーは乱数値を元に行動を決めます。ただ誤解がないように言っておくと、クリボーがマリオから遠い位置にいた場合の処理がこうなっていて、それがステージに入るときにも実行されるっていう感じですね。で、具体的な処理のフローを見ていくんですけど、まず最初に乱数値を更新するんですよ。で、その乱数値の下位2ビットが両ビットとも0でなかったら歩く処理になります。逆に下位2ビットが両ビットとも0だったらジャンプします。
ここが 75% と 25% ですね。で、歩く場合は、次どこに向かって歩くのかの角度と、どれだけ歩くのかの時間っていう、この2つを決めるんですけど、前者のどこに向かって歩くのかの角度が乱数で決まります。具体的には乱数値を更新して32,767以上であれば、これ半分以上であればって意味ですね。現在の目標角度に8192を足します。で、その角度に進むようになります。逆に半分未満であれば、現在の目標角度から8192を引いて、その角度に進むようになります。一方でジャンプする場合は、ジャンプし始める時の処理を行った後、次にどこに向くかの角度を決めるんですけど、これも乱数なんですね。具体的には乱数値を更新して、32,767以上であれば、半分以上であれば、現在の角度に24,576を足す。で、そこの角度を向くようになります。逆に半分未満であれば、現在の目標角度から24,576を引いて、その角度を向くようになります。以上がクリボーの処理になります。で、この後、この処理に具体的な数値を当てはめて見ていきます。例えば、ボム兵の戦場のスター選択画面での乱数が 57,460 だったとします。この値は乱数表的には乱数を1回更新した時の値ですね。このインデックスってところがそれに当たります。で、スター選択画面では乱数は更新されません。次に更新があるのがステージをロードするときになります。具体的に見ていきますと、ここになります。で、一つ話してなかったことがあるんですけど、1フレームにつき1回だけ乱数値が更新されるってわけではないです。ここで言えば、先ほどインデックスが1だったと思うんですけど、つまり1回更新された値だったんですけど、ロードされた後は11になりましたよね。つまり、ステージがロードされるその1フレームのうちに10回の乱数の更新があったっていうことになります。これはクリボー以外にも乱数で判断するオブジェクトとかがあったりするので、その分だけ更新が発生していると。そういう意味になりますね。この10回の更新の内訳っていうのは詳しくわからないんですけど、今回の目的であるクリボーに関する乱数の更新の部分は、スター選択画面から見て2番目と3番目の更新に当たります。これ後で確認するんですけど、まず結果から確認すると、この乱数値だった結果、処理前のクリボーの目標角度っていうのは0だったんですけど、処理後の目標角度っていうのが 57,344 になりました。これ少し前に話しました通り、ちょうどクリボーを踏める角度になります。一応判断方法として、ステージに入ったらクリボーがこっちに向いているっていうのがありますよね。で、実際こんな感じで進んでいくと、進むことができます。ということで、スライドに戻りまして、クリボーの処理のフローに今の値を当てはめてみます。先ほども説明しました通り、スター選択画面から見て、2番目の乱数値の更新が、最初の乱数値の更新に当たります。つまりこのピンクがこの値になるってことですね。で、具体的な乱数値は、スター選択画面が 57,460 だったので、その2つ後で 5550 ですね。で、ここからちょっと情報の授業になってしまって申し訳ないんですけど、この 5550 を2進数で表したのがこちらです。で、解2ビットを見てみると10となっています。で、この解2ビットの組み合わせは00011011の4つあるんですけど、00だとジャンプアクション、それ以外だったら歩くアクションになります。で、10なので歩くアクションに決まるんですね。ということで、最初の分岐は歩くアクションに行きます。続いて、次はクリボーの目標角度を更新するためにまた乱数値を更新します。この紫の部分ですね。更新された値は先ほどの 5550 の次になるので 17,711 になります。この値は 32,767 よりも低い値になりますので、フローではノーになります。で、ステージロード時のクリボーの目標角度が0だっていう話をしたと思うんですけど、これはつまり 65,536 になりますので、そこから 8,192 を引いて 57,344 になります。さっきの動画の結果もこの 57,344 だったので、ちゃんと同じ結果になってるっていうのがわかるかなと思います。ということで話をまとめると、ボム兵の戦場のスター選択画面での乱数値を2回更新した値をまず見ます。で、その値の解2ビットが両ビットとも0ではなくて、そしてその次の乱数値が 32,767 未満であれば、対象のクリボーが 57,344 という目標角度になりまして、クリボーを踏むアプローチが使えるようになります。
だから乱数を調整すると仮定したら、ボム兵の戦場のスター選択画面で乱数値がいくつになっているのかっていうのを見ればいいんですけど、乱数値は規則性がなくて、該当の乱数値を出せているどうかが分かりづらいっていうところがあるんですよ。だから人間が見る上では、乱数値と更新回数っていうのをここですね、紐づいておりますので、更新回数の方を見て、該当乱数値に届くかどうかを調べてみると分かりやすいです。ということで、ボム兵のスター選択画面で更新回数がいくつだったらクリボーを踏める乱数になるのかっていうのを事前に調べておきました。例えばとしていくつか書いておきました。この上の例のように、更新回数1回目だったら、弾けますよね。でそこから3、4、10、65105、65110、65111っていう感じで、24424個あります。つまり 37.5% 分あるよってことですね。この話をもとに実際の70万 RT を想定して、だいたい何更新目ぐらいでボム兵の戦場に入ることになるのかっていうのをこの後見ていきましょう。この動画は私が2019年に作った70万円アイデアルランっていう参考タスになります。で、この左に映ってるのが今まで話してきた乱数に関する値で、一番左がタスでのインプット数、この一番目の値が該当フレームの時に何回目の乱数の更新か、で、真ん中が前回との差分ですね。で、一番右が実際の乱数値になります。で、ボム兵の戦場に入るまでを見ていきます。まず最初なんですけど、RT ではゲームを起動してからすぐに新規ファイルを選択すると思うんですけど、この間は乱数の更新はありません。デモ画面を挟んだら別なんですけど、RT ではデモを見ないので関係ないですね。で、新規ファイルを選択してオープニングが始まったら値が変わってきます。最初オープニング、っていうか場外ですね。場外がロードされた時に乱数が57回更新されたっていうのがわかると思います。その後は1フレームにつき27回ずつ乱数値が更新されるっていうのが基本になります。なんですけど、時々28がありますね。こんな感じです。これはちょっと原因わからないんですけど、1秒前後ぐらいの間隔で28っていうのが出てきます。ということでずっとこのペースで乱数が更新されていきます。ガーって進んでいきまして。で、ようやくここから操作開始になって操作による乱数の差が出てくるんですけど、逆に言うと、ここまではいつ誰が RT しても同じ乱数値になります。これ結構面白いところですね。理由はわかると思うんですけど、新規ファイル選択までは操作の誤差はあるものの乱数は更新されないので関係ないと。で、オープニング中は操作できないので、毎回同じ形で乱数値が更新されると。だから、ここまでは誰が RT しても同じ値になります。で、テキストを送る部分から操作による差が出てきます。まず一つとして、テキスト送り中も乱数は進みます。つまり、テキスト送りでロスると1フレームにつき基本27進みますね。で、テキストが終わったらマリオを操作することになるんですけど、結論を先に言うと、ジグムカットでどういうアプローチを使うかで乱数の進み具合が変わります。その理由はすぐにわかります。この動画では、開幕幅跳びアプローチのジグムカットを使ってるんですけど、幅跳びを出すまでに5フレームかかっています。だから左を見てほしいんですけど、5フレーム分だけ31進んでるんですよ。つまりプラス4多く更新されてるってことですね。これはマリオの歩き出しとかの煙によってプラス4更新されています。だからアプローチによって煙がどれだけ出るかが変わるので、結果的に乱数の進み具合が変わってくるっていう感じです。で、進んでいきまして、続いて煙が出るのが幅跳び着地時ですね。5フレームだけプラス4多く更新されます。で、進んでいって、ダイブ復帰、ジャンプダイブ復帰と。ここは最速で復帰ができていれば煙が出ないので更新されません。で、次に31が出るのがここですね。幅跳びを出した時です。1フレームだけ31があります。これは Z からの A で最速で幅跳びが出せたら1フレームだけ31になるんですけど、例えば Z が2フレームあってその後 A ボタンを押す形になったら31更新あるのが2フレーム存在することになります。ということで幅跳びを出して、ここも同じですね。連続幅跳びで煙が出れば31になるんですけど、煙が出てないので27になっています。で、場外最後はまた幅跳びの着地時ですね。ここも先ほどと同じで5フレームだけプラス4多く更新されています。ということで、場外はこれでおしまいです。ただ、場内がロードされるまでの間は先ほどと同じ間隔で乱数が更新されていきますね。場内に入ったら乱数は更新されなくなります。だからマリオの煙が出た時だけ更新されるっていう形になります。
この動画ではここまでの段階で45,550回の乱数の更新がありました。で、この後は最初が幅跳びを出す時の煙ですね。これ最速幅跳びなんですけど、4フレーム分歩きがあるので、その分更新があります。続いて幅跳び着地時です。こちらも先ほどと同じで5フレーム分あります。この後のジャンプダイブは最速で出ていれば煙は出ません。で、あとよくあるのが、この壁をこすっちゃうってやつですね。壁こすっちゃうと煙が出るので、乱数更新されちゃうんですけど、こすらなければ問題ないという感じですね。ということで、木扉の段階で45,586。で、最後幅跳び出すときに、また最速だと4フレーム歩くことになるので、そこで更新があります。で、連続幅跳びは最速で出していれば更新はありません。ということで、ボム兵の戦場に入るのが45,602回の乱数の更新の時になります。実際の乱数値は65,035っていう値になります。この値だと、詳細は省略しますけど、クリボーを踏める乱数ではないんですよ。だからちょっと進んでいって、見にくいかもしれないんですけど、ここら辺かなですね。ここら辺で若干クリボー見えるんですけど、こちらを向いていないっていうのがわかるかなと思います。以上から US 版でかつ開幕幅跳びを使うジゲムカットで45,602回の乱数の更新があったことが分かりました。今の乱数値の更新の流れをまとめたのがこのスライドです。最初、新規ファイルを選択するまでは乱数は更新されません。なので0です。オープニング中は乱数が更新されまして、39,162回目の更新で初めてテキストが表示されます。ここまでは US 版を使っていれば RT で常に固定です。で、テキストを最速で送って、開幕幅跳びのジゲムカットを使って 5.60 秒っていうタイムでお城の扉にタッチします。この時が44,658回目の更新になります。次にお城の扉にタッチしてから城内がロードされるまでですね。この間で892回の更新がありまして、45,550になって、あと城内は煙の分だけ更新されて、ボム兵の戦場の木扉で45,586回目。で、ボム兵の戦場に入るとき、スター画面の時もそうですね。ここで45,602回目の更新になるっていう流れですね。で、実際の RT でこんなものが調整できるのかっていうのを考える上で、今度はここの内訳を見ていきます。内訳を示したのがこのスライドです。まず、初めてテキストが表示されるまでは、39,162回の更新があったわけなんですけど、US 版で RT するなら必ずこうなるので、ここまで考えなくていいですね。で、この先から考えていくんですけど、まず、テキストが表示されてからお城の扉にタッチするまでです。ここでは5,496回の更新があったんですけど、その内訳はこの横に書いてある通りです。まず一つ目、場外は基本は1フレームにつき27回更新されるよって話したと思うんですけど、それがテキストの時間 1.1 秒と GM カットの 5.60 秒で合計5,427回更新があります。続いては1秒前後ごとに1増える時があるよって話をしたと思うんですけど、それが5フレーム分ありました。後で調べたところ、ちょっと原因はわかんなかったんですけど、場外で同じようなタイムが出せたら、毎回5フレーム分だけ1増える現象が起こる感じだったので、無視していいかなという感じでしたね。で、最後3つ目がマリオの煙ですね。開幕幅跳びのアプローチで合計16フレーム煙がありました。でもこれ最初の幅跳びで1フレーム多く煙を出しているので、最小だと15フレームになりますね。ちょっとそれは置いておいて、これが64更新分になります。で、この全てを足し合わせると5,496になるっていう感じですね。続いて、お城の扉にタッチしてから城内に入るまでです。ここは 1.1 秒分ありまして、その間27更新されるのと、1フレームだけ1増える現象があって、892更新になります。以降は城内になりますね。城内を話しました通り、煙が出るフレームにつき4更新されます。で、それぞれ36と16ですね。で、ここからわかることは、1フレームのタイムの違い、入力の違いで乱数の更新数が変わるので、調整するというのは結構厳しいかなという感じなんですけど、でも特定の乱数を引くためのパターンは作れそうだなってことがわかりました。これで言えば、このピンク色にしたところと紫の色にしたところが可変になるような値で、ピンクがテキスト送りとジゲムカットの合計フレーム数。で、紫が煙の数です。で、合計が下に書いたんですけど、ピンクが201フレーム、紫が29フレームですね。
つまり、このピンクの合計と紫の合計が、ある値であれば、ボム兵の戦場に入る時の更新数がいくつになるから、クリボーを踏む乱数になるよっていう、その紐付けみたいなところは導き出せそうですよね。ということで、実際の RTA ベースで今の話を考えてみました。それがこちらです。この情報は US 版でかつ開幕幅跳びのジゲムカットを使う前提になっています。例えば、ジゲムカットのタイムが動き出しからお城の扉まで 5.60 秒だったとします。その表がこちらです。この表は一番左の列と一番右の列だけを見てもらえれば平気です。例えば一番上の行はテキスト送りプラス 0F、煙プラス 0F って書いてあるんですけど、テキスト送りがこれは最速って意味ですね。で、かつ煙も最小値だったっていう場合です。この時、ボム兵の戦場に入る段階で 45,598 回の乱数の更新がありますっていう感じですね。で、この値はクリボーを踏める乱数ではないんですよ。だからダメっていう感じです。で、2行目がさっきの70万アイデアランのパターンですね。テキスト送りは最速だったんだけど、最初の幅跳びが1フレーム遅れていたので、この場合が 45,602 っていう乱数の更新数になります。で、これもダメだったですよね。で、こんな感じで見ていって、で、赤字になっているのがクリボーを踏める乱数になったパターンですね。例えばこの赤字の1行目であれば、テキスト送りで1フレームロスっちゃったけど、煙は最小で抑えられたっていうパターンになります。この時、クリボーを踏める乱数になります。この表はこんな感じで見る感じです。なんですけど、開幕幅跳びアプローチのジゲムカットで 5.60 秒を出すっていうのは、RTA の投資中だと結構難しいと思うんですよね。実際は RTA 中であれば、早くても 5.63 秒で、うまくいったなって感じで、5.66、ないし 5.7 秒台になる感じだと思います。なので、そこら辺の表をパラパラとこの後見せていきます。まずこのスライドがジゲムカット 5.63 秒と 5.66 秒です。で、赤文字がクリボーを踏める乱数になるんですけど、割と出やすいのがわかるかなと思います。で、特に見てほしいのが赤枠の部分です。先に結論を話すと、煙が 1F ないし 2F 多くなってしまった場合に、クリボーを踏める乱数になりやすい傾向にあることがわかりました。例えば 5.63 秒であれば、テキスト最速送りで煙が 1F 多い、ないし 2F 多い時に乱数を引けてますね。で、他の赤枠の部分も同じような感じで、煙が 1F ないし 2F 多くなってしまった時にクリボーを踏める乱数になりやすいかなという感じです。で、5.70 秒と 5.73 秒も同じ感じで、煙が 1F ないし 2F 多くなってしまった時にクリボーを踏める乱数を引きやすい感じでした。ということで、煙が 1F ないし 2F 多い時にクリボーを踏める乱数になりやすい傾向にあるっていうのが分かったんですけど、これって結構現実的にあり得る煙の数なんですよ。今回話している区間でマリオが煙を出すタイミングが決まっています。常に同じアプローチを使うからですね。具体的には煙が出るタイミングはこの5つあります。このうちまず2番目の幅跳び着地時に5フレーム煙が出ちゃうのはどうしようもなくて固定です。誰がやっても5フレーム煙出るので考えなくていい。あとはある程度上手いプレイヤーであれば3番目のダイブ復帰で煙を出してしまうとか、5番目の連続幅跳びするときに煙を出してしまうっていうのはほぼないですよね。だから実際は赤字にした動き出しから幅跳びを出すときとダイブ復帰から幅跳びを出すときが余分に煙を出してしまう可能性のある部分になるんですよ。で、1番目の方は今回の区間だとテキストが終わってからとお城に入ってからと木扉からの3箇所あります。で、動き出しから幅跳びを出すときに最速だと4フレーム歩いてから幅跳びを出す形になるんですけど、もう1フレーム余分に歩いちゃうってことがよくあるかなと思います。続いてあと、4番目の方はですね、今回の区間だとジゲムカットで橋に渡る手前の部分にあります。ここで Z を押して次のフレームで A を押せるのが最速なんですけど、Z が2フレーム入ってその次に A ボタンが入るってことがよくあるのかなと思います。ということで、煙を余分に出しそうな部分が1、2、3、4箇所ありまして、ボム兵の戦場までで煙が1フレーム多かった、2フレーム多かったっていうのは割と普通だと思うんですよ。むしろ逆に全てのアプローチを最速でできて、煙が最小になったって方が、ある程度的には少ないのかなと思います。だから US 版で開幕幅跳びアプローチのジゲムカット前提で、ある程度上手いプレイヤーであれば、全てのアプローチを最速で出すっていう意識でミスなくボム兵の戦場を目指せば、結果的に 1F ないし 2F 煙が多くなってクリボーを踏める乱数になりやすいのかなと思います。で、実際に自分の手で試してみたんですけど、確かにアプローチを最速で出す意識を持っておけば、クリボーを踏める乱数になりやすいかなとは感じました。
どちらにしても乱数を調整するために余計な行動をするわけではないので、うまくいけばラッキーぐらいで考えるのが良さそうかなと思います。以上が調査の内容で、最後に軽くまとめて終わります。最初の議題であるマリオ64の RT で乱数調整ってできるのっていう問いに対しては、不可能だと思います。だけど、引きたい乱数値が出るまでのパターンを調べて、意識するべき点、さっきで言えば全てのアプローチを最速で出すことが意識するべき点でしたね。それを見出せば、引きやすくはなるんじゃないかなと思います。で、あと余談としてですね、今回は例題としてボム兵の戦場の食い棒を踏むのを考えたんですけど、同じような考え方で、闇の世界のクッパがダンスする乱数を引くための方法を考えてみるってことはできるかもしれないです。ちなみに乱数値が6553以下の時にクッパがダンスするんですけど、それが確率 10% になります。そういうのも考えられそうです。ということで、長くなりましたが、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。